皆様、本日はですね、こちらの札幌生ラーメン、こちらを使って冷やしジャージャー麺作っていきたいと思います。簡単です。めっちゃお手軽。やっていきます。で、麺は茹でて冷やすだけなんだけど、簡単に肉味噌を作っていきたいと思います。で、あと一応ね、今回付け合わせにネギとキュウリにしようと思ってて、キュウリだけ千切りにしときます。まず普通にキュウリを斜めにカットして、これを縦に切っていきます。ではキュウリこんな感じで千切りにしたら、もう基本的に包丁の作業は終了で、今回はちょっとね、生姜だけはね生のやつ瞬間にすりおろしてもらって、こちらね完成品にちょっと添えたいんだけど、プラスこちら炒めるようにも使うんだけど、ニンニクだけは普通にもう桃や使います。生姜をねしっかり効かしたくて、でももしね面倒だったら両方ともチューブでもいいんだけどね。はい、じゃあもうやっていきます。肉味噌作ってから麺を入れ始めますね。フライパンにごま油を2回しほど入れて、生姜こちら小さじ1杯ほどと、同様のニンニクも小さじ1杯入れて、ちょっと軽く香りが出るまで炒めていきます。まだ冷えてる状態の段階で入れていいからね、生姜とニンニクは。で、軽く火が入って香りが立ってきたら、ここに豚ひき肉で、今回のやつはジャージャー麺にするからね、中華麺と和えるんだけど、もう全然うどんとかそうめんとかでも美味しいし、普通に肉味噌としてご飯の上にかけても美味しいので、今回豚ひき肉 500g 用意したんだけど、使い切らなくても冷蔵庫で保存しとけば結構味噌とかね濃い味にするので、 4,5 日は冷蔵保存しとけば持つと思うので、多めに作っておいてもおすすめ。はい、で軽く火が入るまで炒めていきます。ではもう8割方火が入ったので、ここにどんどん味付けしていきます。まずこちら丸鶏ガラスープを大さじ1、お水を大さじ3杯ほど、他のねお味噌とか具をなじませるようですね。こちら甜麺醤、こちらを大さじ1、甜麺醤大さじ3杯にちょっとね辛みを入れたいので、豆板醤を小さじ1杯。はい、でもし甜麺醤結構量使うんでの代わりだったら、結構甜麺醤って甘いので、お砂糖、普通のお味噌にお砂糖を加えて入れてほしいんですけれども、今回の大さじ3だったら味噌大さじ3に対して小さじが大さじ 1.5 ぐらいの量、2対1ぐらいの割合でお砂糖を追加したお味噌を入れてあげれば、ちょっと近い味にはなると思います。甜麺醤はね甘みが強いお味噌なので、それくらい用意してあげてください。にオイスターソース、こちらも大さじ1、隠し味これはあってもなくてもいいんですけれども、XO 醤、コクがねすごい強いんで小さじ1杯ほど、お醤油大さじ1杯、あったら紹興酒とかでもいいんだけど、今回は普通にちょっとお酒にしますね。お酒大さじ1で、あとはちょっとこの状態で火にかけて甘みを見たいと思うので、結構ジャージャー麺って甘いイメージがあると思うんだけど、これでちょっと火にかけて、先ほどね大さじ3杯お水も足してるので、そちらの水分飛ばしつつ、この味噌と肉を絡めていきます。で胡椒は確実に足すんだけど、お塩はね結構お味噌配分多いので、味を見て塩分足すか足さないかは様子見たいと思います。結構お味噌入れたらあとは焦げやすいので、強火でもいいんだけど、もし強火でずっとやるんだったらこういう風に混ぜ続けてあげて、焦げないようにだけ注意してください。で保存するときはしっかりもっと水分切った方がいいんだけど、今回麺に絡めるっていうことでちょっと水分あっても全然麺といい絡みになると思うので、大体これくらいで大丈夫ですね。では味見してみます。美味しい。
麺に絡むって考えたらちょうどいいぐらいの濃さですね。じゃあ一応ここにちょっとだけ砂糖加えます。大さじ1/2ほど気持ち砂糖を加えて、ここに胡椒、ちょっと味を締めます。で辛みが欲しい人は、もうちょっと豆板醤足すなり、ここの段階でラー油とかちょっと入れてあげたら程よい辛さも出ると思います。これは結構ね、辛みよりも今甘みが強い味噌になってます。はい、じゃあ最後ちょっともう一回味見。じゃあこの状態でもうちょっとお味噌は火止めておいて、軽く冷ましますね。粗熱を取ります。じゃあこの間に、これ普通にねスーパーで売ってると思うんだけど、北海道発札幌生ラーメン冷やしに舞うって書いてるんで、今日は冷やしにしますね。こちら冷やし麺の場合は約3分半茹でますと。でその後冷水で締めると。はい、じゃあもう麺入れておきます。ではこちら麺茹で終わって今ギンギンに冷やしました。で今回冷やすのでくっつきずお水にね流水とかでさらすのでくっつきづらいんだけど、もしあったかいまま食べる場合は茹で上がった後の麺に少しごま油とかを絡めてあげとくとくっつかないと思います。はい、じゃあもうあとはちょっとね涼しげなお皿に麺をしっかりめに入れて、でここに先ほどの肉味噌をたっぷりめに、もう半分ぐらいは肉味噌です。千切りにしてたきゅうり、ネギたっぷりの方が美味しいと思います。で上からいりごまを少々振ってで最後センターにおろし生姜。はい、こちらで簡単なジャージャー麺完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。よく混ぜて。はい。ちょっと待って、生姜一旦ちょっとどけて。一回どけんね。いや生姜だけはなるほど、後からね。そう。もうこれいけそう。ちょっとこうちゃんから先に。いいですか？もちろん。じゃあ僕から先にもう麺だけいこうかな。まずいただきます。もうごちに入れた瞬間からうなずいてたね今ね。一口目で、この肉味噌の風味がふわって広がるからもうわかる。うまい。うまい。こうちゃんの肉味噌系の料理で本当には美味しいからね。間違いないからな。ちょっと僕もいただきます。ね、分かったでしょ。口に入れた瞬間に来るっしょ。もううまっ。もう味がもうやっぱねしっかりしてるから麺とよく絡んで超絶うまいわ。ほんとね、こうちゃんの肉味噌系マジでうまいね。全部これはうまい。本当にうまいわ。甜麺醤効いてるね。やっぱり甘みのある。でちょっと生姜やっちゃっていいですか？いいっすよ。多分さっぱりするんでしょこれ。免疫力高めるかなるほどね。ももちゃん記載。じゃあいただきます。あっさりなるっしょ。全然違う。いただきます。うわこれ後のせの生姜こうちゃんやばい。天才だわ。超絶うまい。もう冷やしジャージャー麺に鬼のように合うね。いやこれだわ。いやこれ多分今見てくださってる方多分喜んでる方多いと思うよ。やっぱ暑くなってきたらさやっぱこういう系じゃん。
で何がいいってさ、今回はさこういう麺だけども、皆さんのお好きな麺で、むしろお好きな炭水化物だよね。ご飯でも絶対美味しいしね、美味しいと思う冷や汁っぽくしても絶対うまいでしょ。でそうめんうどん何でもござれよ。ね、これはうめえぞ。マジ作ってみんな。またね薬味たっぷりなのがうまい。まあ、ネギときゅうりは必須よ。うん、まっ。肉味噌ほんまにうまいわ。じゃあとりあえずね、まず一口だけ食べて、ラストね残りはね、はい、ゆっくり食べよう。長くなっちゃうから、じゃあ最後一口いただきます。生姜をいただきます。ということはねとても衝撃が走った。ということはねということで日本語難しいね。マジでまあ今のはちょっということで、はい本日はですねとても簡単にできるお好きな麺に和えるだけの、肉味噌をねこうちゃんに作っていただいたんですけども、いや本当にこうちゃんのね肉味噌は本当絶品です。めちゃくちゃいろんな味のね肉味噌今まで作っていただいてるんですけど、それぞれ全部美味しいんで、今までのやつもぜひね見て皆さん作っていただきたいっていうのと、甘みもあってコクもあって、でちょこっと最後にちょっとピリッとしてるのがマジでやみつきになって超絶うまいです。はい、これくらいだったら全然お子さんも全然食べれると食べ思うので。られる食べられる。で辛いのが好きな方は今回入れたやつよりも豆板醤多めにしたりとか、あとまあちょっとラー油を足したりとかでいいと思うので。はい、わかりました。もう豆板醤本当に最近めっちゃ美味しいと思ってるね。あるとないとじゃ全然違うね。ということはねどういういきさつでそうなったのかちょっとわかんないけどもはいということで、はい、本日は以上になります。本当にねとっても簡単にできるので皆さん作ってみてください。はい、以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございましたまたねバイバイ。